こんにちは。今回の動画は、思いつきで組織図を変えてはいけない、チャンドラーに学ぶ組織論というタイトルでお話しします。業績の悪化に直面した時、やりがちなことの一つに、組織図の変更があります。思いつきでの組織図の変更は、正しい選択ではありません。この動画では、経営学の専門家、アルフレッド・ D・ チャンドラー・ジュニアの組織論をもとに、組織変更の決定を行う際の考慮事項と、組織変更がもたらすリスクについて考察します。チャンドラーの教訓を現代のビジネス環境にどのように適用できるのか、また、組織変更を行う際の戦略的なアプローチについても考えてみたいと思います。業績悪化と組織変更。業績が悪化すると、多くの経営者は組織の変更を考えがちです。これは、何かを変えなければならないという圧力や、状況を改善したいという強い願望から生じます。しかし、このような思いつきでの組織変更は、予期せぬ悪い結果を招くことがあります。組織変更は、単に組織図を変えること以上の意味を持ちます。それは、従業員の役割、業務プロセス、さらには、企業文化にまで影響を及ぼす可能性があります。急激な変更は従業員の不安を引き起こし、生産性の低下やモチベーションの喪失につながることもあります。ここで重要なのは、組織変更の決定は慎重に、そして戦略的に行う必要があるということです。チャンドラーの組織論によれば、組織は戦略に従うべきであり、組織の変更は、その戦略の一部として計画的に行われるべきです。業績の悪化に対処するために組織を変える場合でも、その変更は長期的なビジョンと企業の目標に基づいていなければなりません。次のセクションでは、チャンドラーの組織論の基本概念について詳しく見ていきましょう。チャンドラーの組織論の基本概念。アルフレッド・ D・ チャンドラー・ジュニアは、組織論において重要な原則を提唱しました。彼の最も有名な教訓は、組織は戦略に従うというものです。この原則は、組織の構造は、その戦略の結果として形成されるべきだという考え方を示しています。つまり、戦略が先にあり、その戦略を実現するための組織構造が後に続くのです。チャンドラーの理論によれば、組織の変更は、市場の機会を最大限に活用し、競争上の優位性を確立するための戦略的な計画の一環として行われるべきです。組織構造は、企業の目標達成を支援するために、その戦略に合わせて調整される必要があります。この考え方は、特に現代のビジネス環境において重要です。市場は常に変化しており、企業はその変化に迅速に対応する必要があります。しかし、その対応は、短期的な業績の悪化に反応して急いで行うのではなく、長期的な戦略とビジョンに基づいて慎重に計画されるべきです。チャンドラーの組織論は経営者にとって重要な教訓を提供します。それは、組織変更は経営者の思いつきではなく、戦略的な意思決定の一部でなければならないということです。次のセクションでは、現代企業におけるチャンドラーの教訓の適用について詳しく見ていきます。現代企業におけるチャンドラーの教訓の適用。現代の企業経営において、チャンドラーの組織は戦略に従うという教訓は、より複雑な市場環境と急速な技術進化の中で、さらに重要性を増しています。現代の企業経営において、チャンドラーの組織は戦略に従うという教訓は、より複雑な市場環境と急速な技術進化の中で、さらに重要性を増しています。経営者は短期的な業績の変動に対する反応として、組織構造を変更するのではなく、長期的な戦略とビジョンに基づいて、組織を形成し、調整する必要があります。チャンドラーの理論は、組織変更が単なる内部構造の調整以上のものであることを強調します。組織変更は、企業文化、従業員のモチベーション、そして顧客との関係にも影響を及ぼします。したがって、組織変更を行う際には、これらの要素を考慮に入れ、従業員や顧客に対しても、
明確なコミュニケーションを行うことが重要です。また、現代のビジネス環境では、革新的な技術や市場の変化に迅速に対応するために、組織の柔軟性が求められます。しかし、この柔軟性は戦略的な計画とビジョンに基づいていなければ、単なる混乱を招くだけです。組織の変更は、市場の機会を捉え、競争上の優位性を確立するための戦略的な手段として利用されるべきです。チャンドラーの教訓は、経営者にとって組織変更を行う際の戦略的な思考と計画の重要性を思い出させます。次のセクションでは、組織変更を行う際の具体的な戦略的アプローチについて詳しく見ていきます。組織変更を行う際の戦略的アプローチ。組織変更を行う際には戦略的なアプローチが不可欠です。チャンドラーの教訓に従い、経営者は組織変更を単なる思いつきではなく、長期的な戦略の一環として捉える必要があります。ここでは、組織変更を行う際の具体的な戦略的アプローチについて考察します。長期的なビジョンの確立。組織変更は、企業の長期的なビジョンと密接に関連しているべきです。このビジョンは、市場の機会、競争環境、そして企業の強みと弱みを考慮に入れて策定されます。従業員とのコミュニケーション。組織変更は従業員に大きな影響を与えるため、変更の理由、目的、及び期待される結果について、従業員との明確なコミュニケーションが必要です。これにより、不安を軽減し、変更への理解と支持を得ることができます。市場と顧客への適応。組織変更は、市場の変化や顧客のニーズに対応するために行われるべきです。市場の動向を常に監視し、顧客のフィードバックを取り入れることで、より効果的な組織変更が可能になります。柔軟性と持続可能性のバランス。組織は、市場の変化に迅速に対応できる柔軟性を持ちながらも、長期的な持続可能性を確保する必要があります。このバランスを取ることが、成功への鍵となります。組織変更を行う際には、これらの戦略的アプローチを念頭に置くことが重要です。まとめ。今回の動画では、アルフレッド・D・チャンドラー・ジュニアの組織論と、その現代企業経営への適用について探求しました。チャンドラーの教訓。組織は戦略に従うは、今日のビジネスリーダーにとっても非常に重要です。組織変更は、短期的な反応ではなく、長期的な戦略の一環として行われるべきです。組織変更を行う際には、しっかりと事業戦略を考慮した上で実行することが重要です。単なる思いつきで、組織図を変更することは、予期せぬ悪い結果を招くことがあります。組織変更の戦略的なアプローチの重要性を理解し、チャンドラーの組織論から学ぶことは、事業の成功にとって重要です。この動画が皆さんの成功に役立つことを願っています。ご視聴いただき、ありがとうございました。